さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋ウォーズで実況対局の方やってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速今回もやっていきたいと思います。今回もね、10分切れ負けで音声を村井由紀女流三段にしてあります。あなたが後手です。今回後手番ですね。相手三段の方です。対局開始。相手の方ね、四間飛車が得意戦法ってことでしたけれども、初手ね、2六歩だったんで居飛車でしたね。私の方もね、今回ちょっと角道止めてみました。で4二4八銀ですが、どうしますかね。3二銀とあって、これがね、居飛車振り飛車どっちもできるような布陣でちょっと様子を見てみます。以前ですとね、こういうふうに、今4三銀だ、これで矢倉は私の方ない感じなんですけど、こうなれば大体ね、振り飛車の勝利になるんですけど、今回じゃあ居飛車してみます、ここからね。以前はやっぱりこういう4三銀と上がった形になると矢倉に組めないので、相居飛車になった時に雁木にね、雁木の形で戦うことになって、それはね、いまいちちょっとやっぱり雁木っていう作戦が以前はね、評価されていなかったので、以前はあまり少なかったんですよね、こういう指し方が。でも近年はAI ね、コンピューター将棋が、進みまして、研究が進みましてね、こういう雁木の戦いも、十分ね、雁木側が戦えるという評価に変わりましてね、復活してきたというか多くなってきた指し方ですね。はい。今ね、8五歩を私はこの飛車先の歩をいつでもつけるんですけれども、つく手をね、とりあえず今保留して指している段階です。相手の方がね、7八に王様来ていて、一つの形として7七銀と上がって、7九角と引いて2筋の歩交換っていう手を相手の方はねやりたい形なんですけれども、8五歩と突かれないで7七銀と上がると、7三桂か8五桂とね、桂馬でちょっとこれ難しい話なんですけど、7七銀っていうのはね、一応8五歩と突かれてから上がりたいところがあって、その辺ね、今腹の探り合いというか、呼吸のね、お互いに探り合ってる段階ですね。私の8五ついちゃうと7七銀と上がれて7九角がね手順に引きやすくなると、まとめますとね、8五歩を突かれない時に7七銀と上がらした方が、後手側とするとね、7三桂から8五桂と桂の活用ができることがあるよという話です。で、相手の方はね、7七銀を保留して非常にね積極的に銀が出てきました。これは結構ね、私の方も指し方を考えないともう攻めてくる可能性がね結構あるような状況になってきました。これで8五つきますかね。もうね、8五歩を伸ばさないでいると、後から8五歩ですとね、この8六歩受けてくれなくなる可能性があるので、この辺で8五歩をついてね、今度は7七銀と蘇世上がられて、7九角とねこれで引いてくるかもしれないですけれども、一応3七銀とね形を決めさせたというのが私の方のね、ささやかな主張となりますね。はい。7七銀というね、角と銀が重なった状態で、3五歩とかね、こちら側を、雁木のね、角頭側を攻める手っていうのはちょっとやりにくいんですよね。なので、実際は7九角と引いて指してこられました。難しいとこですね。どうしますかね。桂馬を飛んでますか。相手の方としてもね、8五歩を、後手側に突かせてから7七銀と上がる形になったので、一応ね、主張は通ったと。ただいつでもね、こちら側6五桂のルートがあるので、8五桂のルートがねこの形ですとないんですけどね、その代わり一歩持ちますと8六歩同歩8五歩とかね、継ぎ歩を攻めをね、狙ってる感じがあるので、こちらからも例えばここで3五歩同歩同角っていう手が、若干危ない手になる可能性がありますね。ということで1回5八金右と、自重というかね、丁寧な手ですね。難しいですね。極めてとっても難しい将棋になりました。金上がってね出しますか。これでまた相手の方もね分岐点ですね。ここでもう3五歩同歩同角とか、4六銀とか攻めていくのか、そうですね、今6六歩だったんで、これはちょっと穏やかな手ですね。少し穏やかな手。少し穏やかな手なだけで、この後激しくなる可能性ももちろんあるんですが、これでね6五歩を6五桂とね飛ばれる形を防いだわけですね。これですとそうですね、金上がって、若干穏やかですね。若干穏やかな感じ。ただ若干なんでね、まだわからないですね、どうなるか。飛車引きますかね。これはですね、3五歩同歩同角ときた場合は、8六歩から反撃するかもよという手ですね。もちろん反撃しない手もあるんですけれども、
まあ玉をねこれ5一玉ってちょっと気持ち悪いんですけど、まあ4二玉とか4一玉とかこちら側にね左側、私の方から見て左側に囲う方がいいのか、まあ6三銀から6二玉と上がって、まあいわゆる右玉の格好にした方がいいのかっていうのはちょっと難しいところなので今保留している段階ですね。はい。まあ実はこれちょっと前のね、将棋ウォーズの対局でも同じすごく似た形ですね、やってますね一回ね。はい。その時もまあこの早囲いの格好でまあ相手の方がね3筋から早めに動いてっていう将棋だったですね。はい。今回もすごくちょっと似た感じの、まあいろいろ序盤のね手順は違うんですけど似た感じの、形になりました。まあここも相手の方ね難しいとこですね。8八玉から7八金という、まあ、早囲いのね矢倉を完成させるのがいいのか、まあここで3五歩と仕掛けてくるか、棒銀ですね。第3の手段が出ました、棒銀。これはね結構油断ならないですね。結構私の方もまあこの角頭をねもう攻められるのが見えてるので、まあ、何かね、まあ、反撃していくような手を考えないと、まあ6三銀3五歩6二玉っていうのは普通の手なんですけど、3八飛車とか寄られた時にまあちょっとね受けにくくなる可能性があるので、まあ何かね攻める手いきますかね。4五歩突いて、はい、こうついて、これは銀がね2六出てきたのでもう角がね結構狙われてるのでね、まあ下がる感じ、4二角とか下がる感じよりはもうそうですね、ここでもう突いて攻め合いですね。これがどうなるか。まあ難しいですね、これはこれで。まあなるほど、こっちをついてね、まあ結構ねこれは難しい戦いですね。私の方もねやっぱり駒がそれほど全部の駒が使えてるってわけじゃないので結構軽い攻めなんですね。まあ、軽いというのは、まあ、攻め駒をねいっぱいまだ使えてないということですね。まあ、例えば攻めは飛車角銀桂なんて言いますけど、この状態ですね飛車角桂で攻めているような感じなので、まあ、もう一枚ねこう銀が使えたりすると、まあ、飛車角銀桂の理想形なんですけど、銀がまだ6にここにいますから、まあ、そういう意味の軽いですね。で相手の方は飛車角桂で飛車角銀で攻めてきました。いや激しくなりましたね。これどうしようかな。いやこれはすごい激しい戦いです。まあ同銀同角となって相手の方もね銀がさばけるんですが、私の方もこれ8筋方面はかなり駒がぶつかってるのでどう指すか。難しいな。まあこういう時に銀が下がっちゃうと3四歩と打たれてね苦しい感じになるので、まあ取るしかないですかね。取って同角でそこでどうするかですね。3四歩と打つと2四歩とついて総交換になるのかな。同歩まあそれもありますけどね。取って同歩7六を取ると同金、8六つくと同歩で8五歩と継ぎ歩する、それも同歩ですかね。いや結構ねまあ一回同銀取りますか、見やすいようにね。同銀でまあ同角なんですけど当然ここですよね。ここでどうするか。8六歩突いてまあ3四歩とね打ってくる手があるので、まあ一番必要な手は3四歩ですね。3四歩です。ただ2四歩と突いてきそうかなってとこがあって、そうですね、桂馬を飛ぶかな。桂馬を飛ぶと歩打ってくるかな。強く歩を打ってまあ3四歩2四歩同歩同角という感じになった時にどうなるかなんですね、今私が考えてるのは。どうだろう。同角同角で同飛車、まあ歩打ちますか。でもねここ難しいですね。6五桂とか8六歩とかやっていく手もあったと思います。まあこれ逆に3四歩と打たれて角をいじめられる手を嫌って、まあここに歩を打ってね角をどちらに引きますかという手ですね。あるいはまあ2四歩とまあ攻め合いかもしれないですけれども、攻めてくるかもしれないですけどね。そうですね、相手の方はすごい強い方です。強い方ですね。これはね結構容易じゃないですね。これ手順にさばいてこられちゃうので、形勢自体は居飛車も十分戦えるような感じになってるかもしれないですね。私の方も大変です。これ試合ってね一応好調に駒がさばけてくるので、容易ならざる状況です。まあただこれで最後飛車を追い切った後にね私の方も反撃の楽しみがそうですね、こう金があって、飛車をどうするかですね。さすがに5四に回りにくいかなという気がしますけどね。5四に回ると飛車が捕獲できそうですね。6三銀打ちとか打って、飛車の縦にどこに引くかっていうのがポイントですね。結構難しいとこですね。いや形勢はいい勝負かなと思います。ひいき目なしに。結構難しい局面ですね。まあ
こういう戦いになった時にね、王様7八玉の早囲いっていうのはいい形ですよね。これ早囲いじゃないと、金と玉、この6九の金と7八の玉が逆になってるんですけど、そうすると玉はこう外側にね、場外に露出した形になるので、かなりねそれは危険なんですよね。回ってきましたね。これは勝負手ですね。驚きました。これ回りにくいかなと思ったんですけどね、回ってきました。これだとこれはね、私の方もちょっと許せないってことなんですけど、飛車がねこうやっぱりこのまま生還しちゃう感じはちょっとやってないんですよね。許せないんですよね。だからどう取るか、取り方難しいですね。ただね玉頭なんでね、なるほど、勝負に来ましたね、相手の方ね。どうやるのがいいかな。銀をついて厚く打つか、銀の手厚く打ちますか。これはね、今飛車縦に引く手もあったと思うんですけど、どこに引いても、角と銀ね、私の方が持ってるので、その角と銀を使ってその飛車をいじめられる感じになったので、もう強くね回って、この手が効けば一番いいんですよね。この手が効けば先手としてもこれで、攻めきれれば一番、リズムよくね飛車が撤退しないで攻めれるんでいいんですけど、これで一応こう飛車が捕まった格好になって、これでどうかですよね。これでどれぐらい私の方の形、王様にね攻めが来るかっていう感じですよね。6三銀打ちと打ったのはどうせ飛車をねこれ多分どっかで切ってくる感じになりやすいので打っといた方がいいんですね。6三銀と上がってもよかったんですけど、銀ですとね切られた後にやっぱ王様が薄いので、例えばこれで5二飛車成とか飛車をね切ってくる可能性が結構あると思うんですけど、切られた時にこう銀が2枚縦に並んでた方がね硬いんですよね。これ銀が上がって、こういう時もそうですよね。銀が2枚並んでた方が硬いと。でもこの手は筋ですね。いやー、さすが相手の方ねすごい筋よくね来られますね。これ取るしかないかな。さあここでどうするかですね。7二角とか銀とここに打ってくる手があるんですけど、すぐ切ってくるか。今ね5五金と取る手もあったんですけど、5五金ですと6三歩成と銀を取られて1枚なんていうんですかね、先に損する感じなんで、角打ってきましたね。角だとね、これだと飛車逃げたくなりますね。飛車を縦に逃げてもどう攻めてくるかわからないですね。ごめんなさい。飛車を縦にね、6八三でも8三銀ですか、8二だと8三銀ですかね。多分8四に逃げるとどうやってくるのかなっていう感じですね。8四に逃げてみますか。これ一番ね、ちょっとずうずうしいっていうのはね、結構強気の受けですね。飛車を8二飛車と受けば、一番ね、角取りなんですけど8三銀とかぶされて飛車をね狙われるので、飛車を置いてね、今飛車を取ると、すいません前後したんですけど、5五銀とか飛車を取ると8一角成で飛車の取り合いになって、飛車の取り合いもねあるんですけど、それですとねせっかくこう捕獲した飛車を私の飛車との飛車交換になっちゃうので、捕獲それはちょっと不満かなということで、ちょっと強気にね、今飛車をね逃げて私の方だけ飛車を取ろうというところですね。だからすごい正念場ですこれね、お互いにとって。先手の方としてもここで今ね飛車を召し取られてしまうと、先手の方は今飛車逃げられてる状態なので、先手まで飛車が取れればね3一飛車とか6一飛車とかいっぱい打てるとかあるんですけど、飛車が今取れないとこの王様をつかめる方がね難しくなるので、このまま5五銀とか飛車を取られてしまうとね先手側もね苦しくなるということで、ここがすごい大事なとこですね。無事にこう飛車を取り切れるかどうかという、私の方からするとこっちの後手の方から見るとすごくドキドキするところですね。飛車が無事取れればね、やっぱ飛車大きいですから。ただここの瞬間っていうのは、5五に飛車が王様に睨んでいて、さらに7二の角、この角がですね、王様の近くに配置されてますから非常に危険と。飛車浮きですか。この手はちょっと苦心の一手って感じですね。これだとね、これ取りますけど、これはねこちらの方もねちょっと安心な手ですね。これはちょっと安心な手です。というのもね角がこう撤退してくれたんでね、これも難しいです。2一馬とかねちょっと相手の方が妥協した手と言えますかね。さあどうしますか。そろそろね反撃の時間帯ですね。これ反撃したい時間帯、飛車打ちますかね。王手でね、この王手が気持ちいいですね。やっぱ王手はね気持ちいいです。いつ何時でも。歩合いですか。なるほどね。桂を取るか8六と突くか、6五銀と出る手もありますね。難しいな。あんまりねこう6五銀と出るとおそらく2一馬ってね桂馬を取ってくるので、それがね得かどうかですよね。このまま放っといて、でも4三銀とか打ってくる手もあるので、一回6三銀と上がるかどうかっていうのはとっても難しいところですね。あとは6五角とか打つ手もあるかな。次4三銀と打ってくる手がどれぐらいきついかですね。4三銀は厳しいかな。
まあ受けるとすら6三銀なんですけど、2一馬の後に4四桂という手が残るので、まあそこですよね。いやまだ難しいですね、確かにね。いやいやいや、容易ならざる局面です。上がって桂取って桂取って桂馬打って、8六桂と打ってどうなるかな。それ同歩同歩同銀。いやかなりね今先まで読んでます。まあ4三銀とね打たれる手、次桂馬取ってくれればいいんですけど、4三銀と絡んでくる手が嫌なので、今それに対する対策を考えてます。まあそれがちょっと嫌だと思えば、ここで何か、手をね違う手をやるということになります。銀上が、まあ銀上がりますかね、一回ね。これは一番手堅い手なんですけど、2一馬とね桂を取られた時手順に桂馬を取られるので、さあどんどんねいよいよ本当勝負どころなんですが、そうですね、これで桂馬を取って、まず4四桂と打ってくるんです、おそらく相手の方はね。そこでどうするか。そうですね、ここですね。さあここが正念場ですよ。ここでどうするかをね考えると、8六桂と打って寄ればいいんですけどね、同歩同歩同銀同飛車で、それをねさっき考えてたんですよ、口頭でね。それどうかな、最後ニュー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 ってニューニューニューって言っちゃいますけど、ばらして振って寄ってきて寄るかな。最後お嬢様ね危なくなって、そこでどうかですね。まああとはここでね、6五桂と飛んどく手もあるんですよね。6五桂と飛んで、ダブにいけない同玉。どっちがいいかな、難しい。まあ6六歩と叩く手もありますね。いやそっちがいいかな。6六歩同金なら桂馬を難しい。6六歩叩いてみますか。同金なら6五桂打ち、同銀なら8六桂。そっちの路線がいいかな。叩いてみますか。これ難しいですね。8六桂と打って寄ればいいんですけど、同歩同歩同銀同飛車、8六桂同歩同歩同銀同飛車8七歩と打たれて、そこでね同飛車の6九竜が受けなしなんですが、なんですよね。で金同金ですか。なるほど。2分30秒。いや難しい。時間がねなくなってきましたね。桂馬打って攻めますか。これはまあ6五桂打ちもありましたね。今6五桂打ちと実は6五桂打とうと思ってたんですけど、まあこっちもありますね。桂馬打って、いやどうですかね、際どいですね。今6五桂打ちの方が良かったかな。難しいところでしたね。いや非常に際どい勝負です、これは。はいまあ言うまでもなくね際どい勝負なんですが、これでどうするかですね。角打ってきますかね。これで、6九桂成を狙います。私の王様にね詰めろが来るかどうかですね、これでね。まあ詰めろ来るかとか詰めろが続くかどうかという問題もありますね。これで6九桂成を狙っています。あとまあ7九竜からね一気に切って攻めていく手もあるので、さあこれは難しいですね。どうなってるんですかね、私の方も。いや微妙な攻めですね、この私の方もね。もっと玉寄りですけど、これだとつきますね。これはちょっとぴったりっぽい手ですね。同歩だと7九竜と切る手があって、まあ同銀だと必至をかけた時に詰むかどうかっていう。そうですね、これで同飛車って取れるんだけど、同飛車と取っちゃった方がいいかな。これちょっとはっきりしましたがね。同飛車で同歩だと7九竜から攻めれるので、まあボロッとね、そうですね、金受けましたけど、これボロッと取れたのは大きい気がしますけどね。飛車逃げといても2分。これ飛車逃げといても、これでも少しね、時間切れがち。そうか、時間全然見たかった。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。最後はすいません、局面に夢中になっていたら相手の方のね、時間切れということで、非常にね難しいちょっと将棋でしたね、全体的にね。中盤が難しかったがゆえにね、相手の方もちょっと時間を多く使って最後はね時間切れで決着ということでね、もう少し決着ってとこあったんで、せっかくならね最後まで指したかったんですけれども、定石も含めて大盤でね解説していければなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。
それではまたさようなら。